おお、神よ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは引き続き、1130話の考察第2弾、ロキの悪魔の実の考察です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まず前回こちらの動画では、ロキの悪魔の実とは、第1候補、本命は炎の狼、幻獣種、ペンリル。第2候補、大穴で真のゴムゴムの実。そのように考えました。まだ見ていない人はよかったらこちらの動画から先に見てください。ロキについて再び考える上で注目したいのは1127話の雄たけびです。この雄たけびの主については1130話でロキだと明かされていますが、この雄たけびを聞いたルフィはこのようにも言っていました。他にもっとでっけえのがいるな。うまいならぶっ飛ばしに行くけど。ルフィはウサギを食べた後そのように言っていました。つまりこのルフィのセリフからロキの正体とは動物、ゾーン系の悪魔の実に絞られるのではないでしょうか。そして前回の動画では1130話の語呂合わせはいいミラー、いいミラー。それは日本では11月30日鏡の日であり、1対1で出会った2人の太陽の神ニカとロキにかけていると考えました。それは鏡、ニカとロキは鏡のような表裏一体か。そのように考えるとペンリル、狼が太陽の鏡というのは納得感がない。そのように前回は考えましたが、違いました。ありました。狼イコール太陽の鏡が成立する要素はある。狼こそが太陽の鏡である根拠。それは、現実。現実とは太陽の横で虹色に輝く幻の自然現象。それは幻覚です。この現象は氷の粒がプリズムの役割を果たし、屈折することで発生します。つまり太陽の光の屈折。それはまさに太陽の鏡。鏡の火、いいミラー。そしてこの現実と呼ばれる自然現象の北欧での呼び方が太陽狼と言います。太陽狼、それはソルバーグ。そのように呼ばれているのです。太陽狼とはつまり太陽狼、太陽の神。さらにこの現実は英語でサンドッグ、太陽の犬、もしくは偽りの太陽とも呼ばれています。空気中の鏡に映った偽りの太陽、それが太陽狼ソルバーグ。そしてこの現象、現実は北欧神話に落とし込まれています。それがフェンリルの子、太陽を飲み込むスコールです。スコールとは最終戦争を引き起こす太陽を飲み込む狼です。スコールの意味はあざけるもの、高笑い、騒音、惑わしです。つまりロキにはフェンリルとスコール、太陽狼ソルバーグのイメージがあるかもしれません。これで炎の狼、フェンリル説の穴だと考えていた1130話の語呂合わせ、いいミラー、鏡の火。こちらの意味が現実によって繋がったので、フェンリル説、狼説はより有力になったかもしれません。異議あり。ちょっと待ってください。一見すると完璧かに思えるフェンリル説ですが、まだ穴はあります。くらえ！エルバフの男曰く、ロキが放たれれば世界がぶっ壊れるという。もしもロキがフェンリルでも真のゴムゴムの実でも、そんな悪魔の実では世界はぶっ壊れない。しかもロキは巨人族全員で取り押さえたと言います。つまりその悪魔の実とは世界がぶっ壊れるほど超巨大な悪魔の実か。それは世界蛇ヨルムンガルドか。ヨルムンガルドとはフェンリルと同じロキの息子ですが、なぜ小田先生は1128話で太陽神ロードの下僕として大蛇ヒルムンガルドを登場させたのか。それはおそらくダジャレ。昼イコールヒルムンガルド、夜イコールヨルムンガルド。それはいわばいいミラー。昼と夜の反転、鏡を表しているでしょう。故に今後ヨルムンガルドを登場させる可能性はあります。それがロキか。ロキが囚われているその位置はユグドラ州の下層、北欧神話でヨルムンガルドがいる位置にいます。このことからロキイコールヨルムンガルド説が浮上します。ロキについて考えるにはもう一人のロキを考える必要があります。北欧神話にはロキが2人います。それは一般的なロキではなく、もう一人のロキ、ウート・ガルザ・ロキです。ウート・ガルザ・ロキとは雷神トールに現実を仕掛けて猫を持ち上げてみろという試練を与えた人物です。しかし雷神トールがその猫を持ち上げてみると、猫の正体は世界蛇ヨルムンガルドだったというお話です。このお話は話数の理論でつながるかもしれません。1130話の類似話数は30話です。30話でルフィは黒猫海賊団の選手、猫を持ち上げています。
この30話と1130話がつながっているなら、1130話のロキの悪魔の実とはヨルムンガルドの可能性がある。さらに前回の動画でも話した通り、1130話以降は130話以降のドラム王国編とつながってくるでしょう。するとドラム王国のワポルとロキがつながってくるのか。ワポルは以前も考えましたが、自分を自分で食べるウロボロスのイメージがあります。そしてヨルムンガルドも自分を自分で食べるウロボロスと同一視されているのです。そしてすでに考えたようにエルバフ編と空島編は表裏一体です。それならばジャヤの太陽の神も考えましょう。ジャヤで太陽の神と呼ばれた大蛇カシガミの構図はまるで北欧神話のヨルムンガルドのようです。生贄に捧げられているムースとは鹿のことであり、さらにロキのデザインもなんとなく兜の角、顎ひげ、舌を出した姿がヨルムンガルドっぽいか。そんなロキが惚れた女ローラは夜が嫌いでした。だからヨルムンガルドのロキが嫌いなのか。そのローラはおそらくロールケーキのイメージでしょう。そしてローラはローリング海賊団の船長ですからローリング。ローリングとは転がる、回転、うねり、轟きです。そして世界蛇ヨルムンガルドは全世界を包み込む大蛇です。そんなヨルムンガルドが放たれれば確かに世界はぶっ壊れそう。さらにローラはかつてイボイノシシのゾンビでした。イノシシとは英語でボア。一方、ヨルムンガルド、つまりヘビとは英語でボア。ボア、イノシシのローラとボア、ヘビのロキか。そしてイノシシはヘビを食べるそうです。まだあります。ヨルムンガルドと鏡となるヒルムンガルドが描かれたのは1128話 RPG です。RPG とはロールプレイングゲーム、またロール。RPG の意味は何かの役割を演じるゲームです。それならば太陽神ロードはエルバフに伝わる伝説の悪魔の実ヨルムンガルドを見立ててヒルムンガルドという大蛇を飼っていたかもしれません。そして次に考えたいのは、なぜロキの目は塞がれているのか、なぜロキは呪われた王子と呼ばれているのかです。蛇、目隠し、呪い、悪魔の実、これら4つと共通するワンピースのエピソードがあります。それはアマゾンリリー。そこではヘビヘビの実が呪いと呼ばれており、それを聞いたルフィは呪われた？どう見ても悪魔の実を食ったんじゃねえか。そのようにいいルフィはそのゴルゴンの呪いである背中の目、天竜人の紋章を隠していました。これがヘビ、呪い、目隠し、悪魔の実というロキとの共通点です。まとめましょう。前回の動画で考えた炎の狼フェンリル説や真のゴムゴムの実説も捨てきれませんが、ロキの悪魔の実最終結論はここまでの全てをひっくり返してヘビヘビの実幻獣種モデルヨルムンガルドだと考えます。なぜならヨルムンガルドは神話では雷神トールと相打ちになりますが、ロキと敵対関係にありそうなルフィとハイルディンは雷神トールを想起させる雷技を使うからです。パンチ一発イカズチのごとしゴムゴムのトールエレファントガン。ドリーとブロギー曰く、我らに突き通せぬものは血に染まるヘビの実よ。これこそがエルバフに伝わる伝説の悪魔の実ヨルムンガルドか。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強をすうの理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで社会
かじゃないよ